朝起きたとき、手がいつもよりむくんでいたり、こわばっていると感じたことはありませんか？多くの方が、寝起きだから仕方ない。そのうち戻るだろうと軽く考えてしまいがちですが、この状態が繰り返されている場合、単なる一時的な現象とは言い切れないこともあります。特に、グーパーをしたときに指の動きが鈍く感じたり、指輪がいつもよりきつく感じる場合は、体の中の流れが以前と少し変わってきているサインの可能性があります。朝だけだからと安心して見過ごしてしまう方も多いですが、こうした小さな変化が繰り返されていると、体が出している重要なサインを見逃してしまうことがあります。多くの方は疲れや年齢のせいにしがちですが、実際には血流や体液の流れに関係する変化が、ゆっくりと始まっている段階かもしれません。特に手や指先は、体の中でも変化を感じやすい部分です。血液の流れがスムーズでない場合、まずは軽いむくみやこわばりとして現れることが多いのです。今は大きな不調がなくても、この状態が繰り返されているなら、一度ご自身の体の巡りの状態を見直してみることが大切です。今日は、朝の手のむくみがなぜ起こるのか、そしてどんなポイントを見分ければいいのかを、順番にわかりやすくお伝えしていきます。まず知っておきたいのは、朝の手のむくみは決して珍しいものではないということです。実際に、多くの方が同じような経験をしています。ただし問題は、それをよくあることとして見過ごしてしまう点にあります。寝方が悪かっただけ、年齢的に仕方ない。こうした理由で軽く流してしまう方がほとんどです。しかし重要なのは、それが一時的なものなのか、それとも繰り返されているのかという点です。例えば、朝になると毎回手がむくんでいて、時間が経つと自然に戻る場合、体の中の流れが安定していない可能性があります。夜の間は体の動きが少なくなるため、血液や体液の流れも自然とゆっくりになります。そのため、もともと巡りが良くない状態の場合、朝に症状がはっきりと現れやすくなります。つまり、朝のむくみは単なる現象ではなく、夜の体の状態をそのまま映し出している結果とも言えます。ここで大切なのは、今は大丈夫かどうかではなく、なぜこの状態が繰り返されているのかを見ることです。では次に、体の中で何が起きているのかを見ていきましょう。私たちの体では、血液や体液が一日中流れ続けています。この流れによって、酸素や栄養が運ばれ、不要なものが回収されていきます。しかしこの流れは常に一定ではなく、生活習慣や水分状態、活動量によって、簡単にも遅くなったり滞ったりします。特に夜、眠っている間は体の動きが少なくなるため、流れは自然とゆっくりになります。普段から巡りが良い方は、朝起きて体を動かすことで、すぐに元の状態に戻ります。しかし巡りが低下している場合、夜の間に滞った体液が、手や足といった末端に残りやすくなります。その結果として、朝のむくみやこわばりが現れるのです。ここからは原因をもう少し具体的に見ていきます。まず一つ目の原因は、夜の間の体液の停滞です。長時間同じ姿勢で寝ていると、
体液が一部に溜まりやすくなります。これは自然なことでもありますが、問題はそれがスムーズに流れ戻らない状態です。特に水分が不足している場合、血液の流れも鈍くなりやすくなります。また、夜遅い時間に塩分の多い食事をとると、体内の水分バランスが崩れ、むくみが出やすくなることもあります。つまり大切なのは、水分が足りているかではなく、うまく巡っているかという点です。二つ目の原因は、日中の動きの少なさです。血液や体液は、心臓の働きだけでなく、筋肉の動きによっても流れています。特に手や指のような末端は、小さな筋肉の動きがポンプの役割をしています。しかし日中、手をあまり動かさない生活や、長時間同じ姿勢が続くと、このポンプの働きが弱くなります。スマートフォンの使用やデスクワークが多い方は、この影響を受けやすい傾向があります。その結果、流れが徐々に滞りやすくなり、夜の間にさらに停滞しやすくなります。では、どこから注意すべきなのでしょうか。朝だけ軽くむくんで、体を動かすとすぐに戻る場合は、一時的な変化であることが多いです。しかし、むくみが長時間続く、片側だけ強く出る、痛みや熱感がある、指の動きが悪くなってきている。こうした場合は、少し注意して様子を見る必要があります。また、朝だけでなく日中や夜にもむくみが出る場合は、体全体の巡りが影響を受けている可能性もあります。では最後に、改善のための習慣についてお伝えします。まず一つ目は、朝起きてすぐに動かないことです。目が覚めたらすぐに起き上がるのではなく、12分ほど横になったまま、手足をゆっくり動かしてから体を目覚めさせましょう。これだけでも、夜の間にゆっくりになっていた流れが、自然と動き始めます。二つ目は、朝の水分補給です。寝ている間、体は水分を失っています。そのため朝は軽い脱水状態に近いこともあります。起きた直後にコップ一杯の水を飲むことで、血液や体液の流れをスムーズにすることができます。三つ目は、日中のこまめな動きです。手を軽く握る、開くといった簡単な動きでも、末端の巡りを助けることができます。特に同じ姿勢が続くときは、意識的に動かすことが大切です。大切なのは、無理にむくみを取ることではなく、体が自然に巡れる状態を作ることです。朝の手のむくみは、一見小さな変化ですが、体の状態を教えてくれる大切なサインです。このサインを見逃さず、日々の習慣を少し見直すことで、体の状態は少しずつ変わっていきます。健康は特別なことではなく、毎日の積み重ねから生まれます。これからも体のサインをわかりやすくお伝えしていきますので、ぜひ参考にしてみてください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。